はい、完成しました。あそこの隙間継ぎ手だけちょっと。ジーク鈴木、収入低め血圧高め司令官コンス君です。エブリー、天井のウッド張りやりました。ありがちなやつですね。ただしかし本物の木を貼るんじゃなくて偽物、フェイク、ウッド張り風にしたってやつですね。で、先に言っておきます。しくじりました。全然素敵にならなかった。今回は俺みたいにやるな、司令官流天井ウッド風カスタムしくじり編、一つお断りです。車の内装材は燃えやすいもの NG、 本物の木はダメなんです。要は車検通らない。なので私は偽物でやってます。だいたい硬い木は事故した時に危ないですからね。そして今回のウッド風カスタム施工にあたっては、我が家の Vlog さんのこちらの動画を参考にさせていただきました。ありがとうございます。カスタムしない派の私が今回なぜこんなものに挑戦したのか、事の発端はこうです。私がこの YouTube チャンネルを始めて間もない頃、まだクロスカブというバイクも所有していて、エブリーに積んでくって動画撮ったんですよね。でもこのバイク、ハンドルがすごく高くて走行中ずっと天井にスリスリで、内張りには穴が開き、ルーフの鉄板もボコボコに。まあ当然収入低めな私はこれは直せない、修理しなかったわけなんですよ。で、以来ずっと車中泊する時なんかはこの穴の開いた天井を見つめて過ごしていたんですけれども、やっぱボコボコなんで雰囲気悪いなぁと。ここはね、あえてね、デトニムの材料もここはね入れてないんですね。なんでかっていうと、天井の鉄板がですね錆びてきて、穴がもし少しでも開くようであれば、だから湿っているかどうかを確認するために開けたままにしてあります。いつか目隠ししたい、ずっとそう思っていたんですね。それで今回穴が開いてから約3年、このみっともない天井の目隠しとして天井をウッド張り風にしてみようかと、ある日思い立ってやってみることにしたわけなんですね。これではあかんね、隠れてないやん。いやー、これ熱でちょっとひん曲がるね。とりあえず目隠しにはなったね。手がちゃんと入って、ここ手が入るようにしてあります。両面テープとかそういう粘着系のものは使わずに、全部物理的なもので留めてあるので、まあ湾曲はしますけど。なぜ湾曲してしまうかというと、防音のために天井裏に大量に詰め物をしていて、天井が大きく膨らんでしまっているから。私はここでもう湾曲するのは仕方がないと判断し、平らにすることを諦めました。ペナペナがね、もう嫌なんで、タッピングネジで天井に直接、これ家に転がってたネジがこれだったんで、これでやってますけども、プラタンかませなくても直接タッピングネジで留めるという手もあったわけですね。こうやってね。ああ、ほら、間にねプラダンをかませたんですけど、結局こう天井うねってるんで、プラダンかませてもうねっちゃうんで、きました。重くなるし、最初からこれはただ貼ればよかったんですよ。しかも最終的にはこのねタッピングネジで留めれば済んじゃって。
それでは、正解例を、私のね、頭の中、脳内で考えた正解例、このうねった状態はダメだということで、理想の状態をご案内しようと思います。今これは、そのままワンダーフォームを貼ってる、そのままね、タッピングネジで、こう、貼ってるんですよ。で、あと、元々あったクリップ穴のところに、このピクチャーハンガーですね。ピクチャーハンガー。石膏ボード用のね、ピクチャーハンガーを使って、1、2、3、4、5と。これはダミーなんで、頭だけ切ったやつをつけてるんですけど、5箇所。5箇所でこの1枚が止まってて、後ろは1箇所。プラス、まあ、タッピングは結局浮いちゃってくるんで、こういうとこが浮いてくるんで、タッピングネジで止めてあるんですよね。だからもうネジだらけって感じになっちゃってるんですけどね。で、これをパンと貼った金にするにはどうするかというと、後ろの、ここのね、ピクチャーハンガー3つと、前のこの3つをブリッジするというかですね、ここを橋渡しして作ればいいかなと思います。で、硬いものをかますということで、これは、これ4ミリでちょっとペラペラです。なので、これを7ミリのやつを使うか、4ミリを2枚貼って使うかどっちかなんですけど、ボンドで貼り付けます。プラスチック用のね、速乾透明ボンドなんですけども、これで付きました。溶けるかなと思ったけど、ついたんで、つけて、太宰の方を天井に、石膏ボードをピクチャーハンガーでつけると。ということで、あくまで参考までに。これが正解。私の中での正解です。はい。今回なんとか満足ではないものの、納得はできる結果にたどり着くことはできました。でもやっぱりやり直しがあまりにも多くなってしまったのは反省すべき点でしょうね。でもなんでこんなにもやり直しが多くなってしまったのでしょうか。これはやはり最初から目標が高すぎたのがいけなかった。ウッド風のフェイク素材を本物の木のように見せたいから真っ平らにしたい。こんなことを漠然と目標にしてしまったがためにだいぶ遠回りをする羽目になってしまった。もしかしたら普通の YouTuber なら部材を買い直ししてでも目標達成まで頑張るのかもしれませんが、私は妥協しちゃいます。何しろ天井のボコボコが見えないようにするという初期の目的は達成されているわけですから、もうこれでいいんです。またやりたくなったらやればいい。自分の能力じゃこんな程度の出来でもまあ上出来、そういった自分への優しさ、これ皆さんも大事にしていってほしいなと思います。だってもうおっさんですから、この先の人生そんなに長くはない。ゆるーくやっていきましょうよ。今回のカスタムはそんなことを考えさせられる味わい深い貴重なひとときとなりました。これだね。これ。437円だね。テープライトってテープっていうだけあって、テープに両面テープが最初からついてました。深さがあるんでこれリン酸鉄っていうね、発火の可能性が極めて低いリチウムイオン電池、同じ容量のモバイルバッテリーの5倍ぐらい値段します。つけます。今回の動画のお味はいかがだったでしょうか。司令官コンスコンがお送りしました。おっさんは生き延びることができるか。